안녕하세요. 가요라고 합니다.はい、ついに1ヶ月ですけど、語学留学に行くことを決めました。以前、ある教室で少しだけ一緒に韓国語を勉強してた人がいたんですけれども、その人が半年か1年ほど留学して帰ってきた時にすっごいペラペラになって喋ってたのがすっごい羨ましくて、私もずっと行きたいなって思ってたんですけど、やっぱり長期仕事を休むってちょっとやっぱり金銭的にもいろいろ大変だったので、もう諦めてたんですね。でも今回なんかもうずっと行きたい行きたいって思いながら放置してたんですけど、今回コロナが終わってそろそろ海外にまた行きたいなって思った時に、どこに一番行きたいって自分に聞いた時に、やっぱ韓国行きたかったんですよね。で、最初は旅行で行くかなって思ってたんですけど、なんか旅行だけだとちょっともったいないし、絶対物足りないって思ったので、金銭的に1ヶ月なら語学学校行けるかもって思ったんですよ。そしたらもうすごいワクワクしてきちゃって、でもそれから今年はもう絶対行こうって決めて、で、いろんな情報を集めたり、今いろんな人がブログ上げてる、ブログじゃないですねブログだったり、動画を結構上げてるので、それを見てちょっと研究して自分なりにいろいろ情報を集めたんですね。でもなんか若い子ばっかりで、なんかこの年になってそういう語学学校に行くとかってちょっと、一応ちらほらいるっては聞いてたんですけど、やっぱりちょっと気が引けるじゃないですか。なので、私がこうやって動画を出すことによって同年代のなんか40代50代60代ぐらいの人たちが私も行くって言ってちらほら出てきてくれたら嬉しいなって思って動画を撮ってます。はい、すごい緊張してますけど、勇気を出して撮ってみました。はい。でやっぱり友達もいっぱい作りたいので、私あんまり自分から声かけるの苦手なので、これを見てあの気にな何ですか、気になった方は声かけて、一緒にご飯食べに行こうとか声かけてください。はい、若い子でも全然ウェルカムです。はい。で旅行では2回ぐらい昔行ったことあるんですけど、ちゃんと住むっていうのは初めてだったので、やっぱりちょっと良さげなエージェントさんを探して、で丸々ちょっとお願いしようかなって思ってたんですよ。で相談してみたところ、そのどちらとも1ヶ月の短期の場合は住むところが、学校は OK なんですけど、全然コシオンって言って、その勉強だけをするための留学、韓国が好きな人はもうお分かりだと思うんですけど、もう本当にベッドと机しかない、もう本当1畳とか畳12畳ぐらいの小さい部屋、そういうところしかないって言われたんですね。で私はちょっとそれはもう息苦しいし、せめてもう少し広くて、できればキッチンがあって、で自炊したい。でさらに欲を言えばなんかシェアハウスとかもあるじゃないですか。部屋は別々でそれぞれあるんだけど、キッチンは一緒に住んでる人たちと共同みたいな、それも考えたんですけど、なんか昔そういう風にシェアハウスとかで住んだことあったので、それはもうさすがにもういいかなと思って、少しちょっとねお金がかかってもやっぱり一人で
住みたいっていうのがすごいあったので、もうエージェントさんにはもう頼めないってことになって、一旦ちょっと撃沈したんですね。でもちょっとこう元気を取り戻して、で、自分でいろいろ探してみました。で、学校の申し込み自体は動画でいろんな人が紹介してるのもあって、で全部自分でやったって、ね、長期の方でも全部自分で手続きしたっていう方も結構いらっしゃったので、1ヶ月ぐらいだったらそんな難しくないじゃないですか。ビザもいらないし。だからもう学校はまず自分で、調べて申し込みしました。で学校が決まったら、もうあとはもう住むところ、その学校の周辺だったり学校に行きやすい場所で探せばいいかなってことで、いろいろ、探して、ちょっと知り合いも韓国詳しい方がいたので見てもらったりとかして、でちょっと高めだったんですけど、やっと見つけて一安心っていうところですね。はい、でもこれからまだいろいろと準備することいっぱいあるので、またおいおい、いろんな、経過を、お伝えしたいと思ってます。はい。で、学校なんですけど、やっぱりがっつり勉強するっていうよりは、今の私は勉強もちょっとしたいけど、旅行っていうか、そこに住む経験をしたいっていうのが一番だったので、あまりがっつり勉強じゃなくてっていうので、語学堂ではなくて語学学校の方で、どっちにしても語学堂は多分1ヶ月とか受け入れないですよね、夏休み以外は。なので、語学学校の方ですね。ハゴンっていうやつで、エージェントさんはなんか、イージーコリアンアカデミーというところ、その両方のエージェントさんがおすすめしてたんですけど、私はなんか本例のカナダ語学学校、語学学院、そちらの方を、最初のインスピレーションで選びました。はい。なのでその辺、同じ学校に行く人がいたらぜひ声をかけてください。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。良い一日をお過ごしください。